ほらどうですか。こうやってどんどん書き込んでくるね。たったはしごしかないんだけど、こんなに複雑になります。はい、こんにちは、柴崎ですよ。ねえ、お元気？元気？よかったね。柴崎もね、おかげさまで今日も元気に絵描いています。さて、いつも柴崎の動画を見てくれて本当にありがとう。そしてたくさんのね、コメントと高評価。もう本当にね、励みになります。もしよかったらね、チャンネル登録もちょっとお願いできると、一層嬉しいですけどね。さて、今回のテーマはこちらですよ。はい。ね。もうご存知ですよね。柴崎とペンテルさんで共同開発したアートクレヨンです。8色セットですね。今日はこれを使ってね、ちょっとね、時間があるなと、そういう隙間時間を使って手軽に描けるね、素敵な絵を描いてみたいと思います。それでね、柴崎だけはね、描くのちょっともったいないからね、ぜひ、あなたも一緒にいかがですか？下絵をね、ちょっと用意しました。これです。はい。ね、この下絵はね、この動画の概要欄の PDF からね、ダウンロードできますから。はい。一緒にやってみましょう。さあ、それでは、早速、描いてみたいと思います。はい。さあ、それでは早速始めてみましょうね。はい。アートクレヨンですよ。今日描く絵はこんなんですね。空広いでしょ？ここ夕暮れにしたいと思います。この色を使ってね。はい。アートクレヨン猫ちゃんマークですよ。では行ってみます。手が汚れるから、こういうね、手拭きの紙用意してください。あと、ちょっとね、画面を描いてみたいと思うので、何かこう、カリカリって引っ掛けるようなもんですね。はい。お手元がある。何でもいいです。あと、ちょっとこう、固めの紙でね、こう、なんか四角く着ててください。さあ、それでは行ってみます。まず最初ね、このブルーです。ブルーで、通常こう塗っているんですよね。とっても塗り心地がいいですよ、アートクレヨンは。だけども今日はね、空広いからね、ここをこうやってポキンと折ります。そしてこれを横にして、こうやって塗ります。そうすると、こう広い面がね、いっぺんに塗ることできますのでね、とても便利ですよ。はい。こんな具合ですので、ではまずざっと、上の方ですね。画面の上の方、こうブルーでずっと塗っていきましょう。こんな具合です。手始めにね、まずザクザクと思いつくままに塗ってみてください。アートクレヨンのすごいのはね、こう塗ってもカスが全然出ないんだよね。はい。じゃあ塗りましたので、はい。今度はね、色を重ねましょうね。赤です。はい。これですね。これも同じくポキンと、もったいないけど折りましょうね。はい。それで、ここ重ねて塗ってみてください。あとですね、下の方、今度は赤だけの部分もね、こうやって作るようにしながら塗りましょうね。夕焼けの空ですからね。はい、こんな具合です。で、指でね、ちょっと軽く混ぜてみましょうね。はい。柴崎が使ってる紙はケント紙ですね。ですから、比較的ツルツルした紙です。画用紙だとちょっと指が痛いからね、ケント紙がいいかと思います。まず軽く混ぜましょうね。こう、一方向にだけこう指を動かすんではなくて、ね、柴崎横にしたり縦にしたりいろいろな方向にこう混ぜてるでしょ。ほらほら、こんな風に。こうやって。ね。はい。ちょっと混ぜる練習です。だから、練習だからざっとやればいいですね。はい。ではもう一度、ブルーで、今度こそね、
本気に出して、しっかりと厚く塗っていきます。少しゴシゴシという感じですね。さっきも言った通り、アートクレヨンをね、いくら重ねてもね、カスが出ないですからね、もう心配なく、思いっきりよく塗り重ねてみてください。ほら、このくらい、だんだん厚くなってきますね。こうするとね、アートクレヨンのね、もう本領が発揮できるんですよ。ガシガシ、どんどん塗っていきます。たっぷりですね。だんだんなんていうか、紙がペタペタした、なんか油みたいな雰囲気になってきますよ。はい、だいぶ重ねましたね。どうでしょうか。しばすきこうやってゆっくりやりますからね。一緒にやってください。そして、空の上の方ですね。今度は黒です。黒をポキンと折って、これで塗りますね。はい。空の上の方ですよ。ここです。黒も随分柔らかくてね、塗り心地いいと思います。ほら、こんな具合です。つまりこの空は上から黒、ブルー、赤という関係ですね。では、ここも指でゆっくり伸ばしましょう。こうです。伸ばすと同時にね、下に塗ってあるブルーと色を混ぜる、そういう感じですね。これはね、もう、なんか描く楽しみですね。だから、ゆっくりじっくりやってみましょう。はい。だんだんしっとりとね、紙に馴染んでくると思います。こんな具合だね。どうかな？はい。またブルー。もう、色を、足らないっていうかね、またもうちょっと塗ろうなと思ったら、どんどん塗り重ねてみてくださいね。必ずしもこの柴崎の手順通りでなくてもいいですので、上から黒、ブルー、赤というグラデーションになってくればいいです。ほら、だんだんね、こうやって、本当にね、綺麗に混ざってくるからね。すごいでしょ？ちょっとね、普通のクレヨンっていう概念ないですよね。はい。さて、では、今度はここ赤ですね。もう一度強くです。ゴシゴシ。もうどんどん塗って重ねましょう。はい。こっちですね。ブルーのところにも、重ねていきます。そうすると、暗い、なんていうか、紫のような色になるでしょうかね。はい。でもこれ、綺麗なグラデーションじゃなくてもいいです。夕焼け空ですからね。むしろムラ塗りの方が味があっていいかな。だからあんまり厳密なことを考えないで、ですね、偶然にできたムラの効果を生かしてみてください。手が汚れましたね。では、ここを紙できれいに拭き取って、はい。こういう感じだよね。頻繁に手を掃除しましょうね。で、ここで伸ばします。こうです。赤も綺麗でしょ？とっても色がね、素敵なんですよ。ねえ。本当に素晴らしいです。さあ、ざっと伸ばしましたよ。はい。ではまた赤を塗っていきます。やっぱりこのアートクレヨンは混色、重色がね、自由にできるんですけども、やっぱりどっちかっていうと、やっぱり下に白い紙の上に塗った方が色がきれいに見えますね。だからこんな風にね、白い紙のところに今赤をね、赤の威力を出すようにこうやって塗ってるわけです。はい、軽く指で混ぜていきましょうね。綺麗な色だよね。だんだん夕焼けの感じになってくるからね。この赤はね、どこら辺塗るかは全然決まってませんので、もうあなたなりでも大丈夫ですよ。はい。ではピンクです。はい。ね。ではこれもちょっともったいないけど、ポキンと折って塗っておきましょうね。はい。重ね塗りでもいいし、紙の白いところに塗っても結構ですよ。ねえ、ピンクも綺麗でしょ？とっても柔らかな色になります。
これをブルーの方にこう重ね塗りしてもいいですよね。こう味が出てきます。ほら、どうですか。だんだん素敵な夕焼け見えるでしょ。はい。軽く指で混ぜて。もうここまで来るとね、もうとてもこうクレヨンがよく伸びて、ね、描いていて気持ちいいかと思います。はい。こんな具合ですね。もう日没で太陽はもう水平線の下の方にあるという雰囲気です。はい。こんな風に塗ってもいいですよ。もうよく伸びますね、ここまで来ると。もう、これは本当にイメージ自由にね、やってみてください。はい、ピンクでした。また赤ですね。もうこうかなと思ったら、どんどん重ねてみてください。もうじっくりね、夕焼け空を作るイメージですね。はい。さあ、夕焼けといえば今度は黄色ですよ。はい。これもポキッと折って使ってみましょう。はい。まず、ね、水平線、下の方に太陽があるから、ここら辺ですね。黄色です。はい。黄色も綺麗でしょ？この赤と混ざったところは当然このオレンジ色になりますね。ちょっと部分的にこう混ぜてもいいでしょ？素敵ですよね。ほら、こんな具合です。ね。はい。だから、黄色でね、赤やピンクにこう混ぜるとこと、それから混ぜないとこね。これを作るとね、もう色がね、ほんと2色3色の混色なんだけどね、何色にも見えるんですよね。これがこのクレヨンでね、色作りする楽しさですね。ほらほら。どんどん夕焼けが輝いてくるよ。ね、もう、柴崎はね、アートクレヨンで絵描くと油絵みたいな絵になりますねって言われるんだけど、本当にそうなんだよね。発色綺麗でしょ？さあ、あなたは今どんな感じに描いてるかな？はい、こんな雰囲気です。ほら、いっぺんに夕焼けになってきましたね。うん。本当にこう絵の具って前クレヨンだけどね、色がよくね発色して、しかも伸びて、混色がね自由っていうのがすごいんだよね。今度は茶色ですね。はい、茶色も使ってみましょう。はい、またポキンと割りましょうね。はい、茶色です。茶色も夕焼けに使うといいよ。いきます。今度はこう下の方ですね。これにちょっと塗ってみましょうか。はい。こんな感じかな。うん。それから、こう、雲のね、ところどころにこうやって、ね、混色してみてください。そうすると、ほら、雲のもくもくっとした立体感が見えるでしょ？こうなんですね。雲の、一つ一つの雲の塊の上の方にね、ちょっと茶色を使うといいですね。そうすると、水平線、下の方から太陽の光が当たっているように見えてきます。ほら、茶色加えただけでずーっと色に変化出るよね。すごいんだよね。うん。楽しいでしょ？はい。どんどんご自分のね、こうイメージで、この辺にも茶色あっても綺麗だよ。ブルーと混ざってね、なかなかね、深い色になるんだよね。そしてこの雲の塊の上の部分ですね。ここをこう茶色で塗ると、下から太陽の光が当たってるように見えてきます。あと、こう水平線に近いあたりも茶色をちょっと塗りましょうかね。はい、こういう具合です。よいしょっと。またピンクなんかもこう重ねて、ね、混ぜてあげるといいですね。はい。この、建物、モスクなんですけども、このモスクの、
あたりが、一番明るい、黄色っぽい色というふうにしたいと思いますので、今ね、塗ってるこのあたりは茶色とかピンクとか、そういう色を混ぜてみてくださいね。こうです。ほら、黄色を混ぜるとまたしっとりとしてきましたね。はい。指でちょっとこう伸ばしましょうか。だいぶこれでほら、空にこう、なんていうのかね、遠近感っていうかね、奥行き感が見えてくるでしょ。こうです。そして白ですよ。はい。これもポキンとあります。で、白でね、さらに明るい光を描きます。雲のこう下側ですね。ここにこう塗ってあげましょう。そうするとこう、水平線のね、下の方にもう沈んでしまった太陽がね、なんとなくこう感じられるんですね。こうです。通常ね、クレヨンだと、なかなかね、いっぺんこう暗い色に塗ってしまうと、その上白って綺麗に乗らないんですけど、このアートクレヨンはね、全く違いますね。このようにいかようにもこう白く塗ることができるんですね。だからそれを活かしてこう表現です。はい。どうかな。さっきのまた光が感じられるでしょ。はい。ねえ、もうここまでできてくると、もう、ここまたこんな色足そうかなとかね、こんな形の雲ちょっと描いてみようかなとかね、もうあなたのイメージ、自由自在だと思います。こんなんだよね。こうなるとこの赤やピンクもまた綺麗だしね、黄色も綺麗だし、いろいろ綺麗で、それがまた混ざるとまた一層素敵なんだよね。どうでしょう。雲もだいぶこう立体感になってきたでしょ。はい。さあ、夕焼けの空がね、だんだんそれっぽくなってきましたよ。あなたはどうかな。ねえ、どんどん重色、混色してみてください。こうですね。またこう黄色として、ね、下からの光を表現しても大丈夫です。こうやってじっくりとこう描けるところがこのクレヨンのいいところですね。こう水彩やアクリル画だとね、どんどん乾いちゃうから慌ただしいんですけど、クレヨンは全くそういうこともないし。でもまた油絵みたいにね、こう大げさな道具立てもいらないしね。とっても手軽に、でもこう本格的に表現できるんですね。さあ、だいぶ複雑になってきたでしょ。はい。どうかな、あなたなりの夕焼けの空になってるかしら。ねえ。これね、もしね、こう塗ってね、いや、こんな色いらないなと思ったらね、さっきお見せした何か引っかくもので、ガリガリガリっとね、そのいらない色を引っかいちゃってくださいね。そしてまた塗ればいいです。だから何回でもやり直しいくということですね。はい。さあ、だいぶ夕焼け充実したかなと思うんですけど、いかがですか？もうとにかく見えない水平線の下の方に隠れてしまった太陽をイメージしてね、こうやって、下からの光の明るさを、表現するというわけですね。ね、先ほども言ったように、こうじっくり重ねていくとね、本当にこう油絵みたいになってくるんだよね。柴崎はね、ちょっとこう複雑な空描いてますけども、これはもちろんあなたの、ね、イメージでいいんですよ。ね、これにこう、もう消えかかってるようなね、太陽に光をうっすらとこう描いても素敵ですよね。はい。グリーンですね。こういうとこにちょっと混ぜてもいいですよ。どうですか？ぐっとまた雰囲気変わるでしょ？そうなんですね。はい。緑です。
こうやってクレヨンで塗りながら、ぼかしてしまってね、こういうテクニックもいいんですね。はい。はい。雲を少し立体的にしてます。雲の上の方を暗くしてるんですね。はい、こうです。ね、これ緑なんかも塗って、赤と緑は反対色ですからね、重ねると少し色が黒っぽくなって、日陰のように見えてきます。もうね、ここは物語ですからね。じっくりじっくり。はい。失敗したなと思ったら上から塗ってしまえばいいし、どうしても取れなかったら、一回絵の具を削り取ってまた塗ればいいんですね。何回でも修復ができますので、もう怖がらずにね、どんどん楽しんで塗ってみてくださいね。どうかな、あなたの空は。どんな感じになったかな？ほら、もうずっと空がね、奥行きを持って、しかもだいぶ複雑になってきたでしょ？ね、最初は、上の方から黒、青、そして赤、で、黄色、ピンクというふうな、ね、単純な重ね色やったんですけども、こうやってどんどん書き込んでくる。ね、たったはしごしかないんだけど、こんなに複雑になります。はい。さて、いよいよね、ここを塗りますよ。黒です。はい。ね、モスクのシルエットです。こういう時はね、クレヨンのエッジの部分を使ってね、色を塗ってみてくださいね。と比較的うまくできると思います。そしてね、塗ったら指でゆっくり伸ばしましょう。黒は他の色に比べても伸びやすいですからね、とってもそういう点ではうまくできると思います。はい。こうですね、今ね、紙を剥がしましたけど、ほら、ここの方、ちょっとエッジですね。ヘリです。こういうところで書くといいんですよ。結構細い線が描けます。こうですね。で、じっくり形を決めてみてください。はい。はみ出てたらね、こうやって書き取ってしまいます。はい、こうやって修正してみてくださいね。はい。またこうやって埋めればいいです。はい、こうですね。はい。こういうのもじっくり描くのもね、本当に絵描く楽しみなんですよね。はい。モスクのとんがりですね。どうかなで、こういうとこなんですけどね。最初見せたこの厚紙のヘリを使います。こっちがいいかな。こうやってですね。それでこう塗るんですよ。そうすると直線がね、比較的容易に描くことができます。これモスクのミナレットっていうね、塔の部分ですね。はい、ほら、こんな風です。こっちもですね。このミナレットなんか、太さ、高さはね、あなたの自由ですからね。柴崎一応書いてありますけども、あなたの自由ですのでね。今、柴崎、下よりもちょっと、こんな風に、ちょっと背を高く今塗りましたけど、全く自由ですからね。はい、楽しんで書いてみてください。こういうのもですね、いくつ書いてもいいですから自由ですので、ね、でもこう書くとほら、なんかモスクの雰囲気になってきたでしょ？はい。そうなんですね。こういう表現です。どうですか？はい。ね、こういう考えじゃ次々ね、塗ってみてください。燃えるような夕焼けの空にね、黒々としたモスクが立ち上がるっていうね、とても素敵でしょ？はい。こちらもね、台紙を使ってこんな風に柴崎今やってます。よいしょ。
こんな風です。こう書くと、ね、ちょっと直線、難しいんだけどってあると思うけど、比較的簡単ですからね。これからご自分でお絵かきするときもね、こういうやり方あるんだって参考にしてください。はい。塗り抜けたとこは当然また塗ってくださいね。どうかなモスクの雰囲気になってきたかな。うん。はい。なんかこう、いいでしょ？こう、空もだんだんしっとりしてね。はい。余分なタッチをこうね、消しながら、モスク少しこう書き込んでみてください。下の方ね、今グリーンでやりますけど、こういう表現もね、楽しいかと思います。こうですね。ほら、どうかな。黒一色よりもいいよね。この方がね。はい。柴崎今グリーンでやりましたけども、あなたは何色でやりますか？はい。書いてからまた思いつくとこあったら、空の方をこのようにいじってもいいですよ。ね、モスクをうんと暗くしましたから、いや、空もうちょっと暗くしようかなとかね、きっと思いつくと思うんですね。はい。いろいろやってみてください。本当にこのアートクレヨンをね、何回でもね、じっくりとまた書き込んでいけるんだよね。いつもトライって感じですね。はい。もう、手が止まない感じですね。はい。では、ここにね、モスクの明かりを描きたいと思います。この辺ですね。この辺です。はい。まず黄色でいこうかな。はい。こんな感じね。柴崎も、トルコの、ブルーモスクとかね、アヤソフィア寺院とかですね、何回か行ったことあるんですけどね。シルエットとしてはこんな雰囲気ですよね。はい。軽くこうですね。はい。こういうところにはちょっと光を描いておこうかな。そーって見てると、うまくボケてくれるんだよね。こういうね、こういう微妙な混色、重色がね、できるとこは、アートクレヨンのいいとこなんだよね。はい。さあ、ミナレットも立ち上がったし、ですね。はい。モスクのシルエットも見えてきましたよ。はい。思いつくと、さっき言ったように、もう、どんどん色を加えても大丈夫です。さて、では、引っかいてみます。この辺りですね。何になるかな？いきますよ。こうです。こうやって引っかきます。なんだか分かったでしょ？はい。物差しのようなもんでも大丈夫ですよ。ね、あなたの持ってる道具で引っかいてみてください。そしてね、夜空にかかっている三日月ですね。はい。ここで、白をちょっと塗りましょうか。はい。このエッジの部分を使ってですね。軽く塗ります。こんな感じかな。塗ったら少し指で軽くね、伸ばしてみましょう。狭いからね、小指なんかでね、もし小指でもね、うまくできなかったら綿棒なんかでやってもいいですよ。面白いからね、自分なりに工夫してみてください。はみ出たとこはまたこうやって、ね、外側から塗って形を補正してみてください。こんなんだよね。三日月ですね。はい。イスラム教を信奉している国の国旗には結構三日月があるんだよね。はい。はい。そして全体をきれいに色をフラットにね、塗っておきましょう。どうかな？
もうちょっと白としちゃうかな。はい。ちょっと光ですね。光をこう、ね、夜空でこう、月が輝いてる感じです。はい。そしてね、例えばですよ。こうやってね、1番星、2番星みたいなね、そういう星をちょっと書いてもいいかなと思うんですけど、どうでしょうか。まあ、書かなくてもいいし、ね、あるいはたくさん書いてもあなたの自由です。どうですか？はい。さあ、こうやって絵作りは面白いんだよね。うん。はい。これで出来上がりですよ。はい。ねえ、書き上がりました。ほら。どうだった？アートクレヨンの発色、本当に綺麗でしょ？ほとんどノーカットですからね。ゆっくり見ながらね、あなたも描いてみてください。お家で飾るときっといいですよ。はい。さて、実はお知らせがまだあるんですね。柴崎ですね。はい。これはね、水彩の、テクニック書ですね。これ新装版なんですよ。以前柴崎ね、もう少し前なんですけど、この本作ったんですね。もう大変ご好評だったので、グラフィック社さんがですね、まだ新装版という形でもう一度出しませんかというお話あったので、作りました。作ったところ、またこれも本当にご好評をね、いただいてます。Amazon とかね、書店で、ぜひ手に入れてみてください。これ水彩の、風景のね、描き方いろいろなんですけども、でも、水彩に限らずね、絵画の基本としても学べると思います。あと、柴崎はアートクレヨン教室をやってます。さっきのやった、これだよね。このアートクレヨンの発色セットに、あとですね、新しく作っているんですね。その色を一色加えて、その時その時のね、テーマに合わせたお絵描きをあなたと一緒にやりたいと思ってます。場所は東京にあるペンテルさん本社の中のお教室です。どうですか？柴崎と一緒にアートクレヨンでお絵描きしましょう。待ってます。あともう一つね、お知らせなんだけど、柴崎はですね、7月の31日から8月の5日までね、個展を行います。場所はですね、東京の西新宿にあるヒルトンホテルの地下1階。そこのね、ヒルトピアアートスクエアという画廊です。ね、とても、広いね、素敵な画廊なんですよ。多分その頃暑いと思うけどね、中はもう冷房で涼しいですからね、遊びにおいでください。ただし、だいぶね、混雑が予想されますので、予約制となっています。その予約のチケット、これは無料のチケットです。これは、この動画の概要欄からね、お求めくださいね。さあ、ということで、今日はですね、どこ行ったかな？これだ。ね、アートクレヨンでお絵描きしましたよ。あなたもぜひ、ね、この下へダウンロードしてね、描いてみてください。では、また次回ですね、お会いしましょう。だいぶ暑くなってきたからね、熱中症と気をつけてお過ごしください。はい、それではまたね。はい、どうもありがとう。